そのスマホ姿勢が太る原因です。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日は寝転んだままカエル足で呼吸をするだけ、それでお腹や腰回りがみるみる引き締まっていく方法をご紹介していきます。今日も体の仕組み解剖学を学んでからエクササイズを行えば効果が何倍も上がっていきますから、ぜひ一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、皆さんは普段どんな姿勢でスマホやパソコンを触ったり家事をされていますか？ほとんどの方は下を向いて作業をしてますよね。なかなか上半身を反らして作業している方って少数派だと思います。で、実はこの下を向いて作業をするというのは、あばら骨がぐしゃっと潰れてきた状態。このあばら骨って隙間一個一個が関節で、本来は蛇腹のように広がるのが正しい動きです。で、体の構造としては、実はあばら骨が一番動くべきモビリティ関節と言われている部分です。それに対して腰と首の骨というのは、スタビリティ関節、安定させるべき関節であまり動いてはいけない部分。これがあばら骨が固まることによって逆転をしてしまいます。すると体をねじったり、日常生活で動かす時に首や腰に負担がかかってしまって首こり、肩こり、そして腰痛の原因になっているんです。さらにこのあばら骨が硬くなってくることによって起きる悪影響としては、どんどん呼吸が浅くなり、強制的に腹式呼吸になってしまうということです。実は呼吸には胸式呼吸と腹式呼吸というのがあり、どちらがいい悪いではなくて、両方がうまくできることによって体のバランスが整っていきます。しかしあばら骨が硬くなることによって腹式呼吸しかできないという状態になると、体にとっては非常にやばい状態になります。これはあばら骨が固まった状態で息を吸うとお腹が膨らみます。するとお腹の圧力が下に抜けてしまいますから、下腹のぽっこりだったり尿漏れ、イカ水などの症状につながってくるんです。さらに呼吸が浅くなってしまうといろんな悪影響があって、呼吸というのは自律神経を調整できる唯一の器官ですから、睡眠が浅くなったり便秘になってしまったり、さらに呼吸が浅くなって脳への酸素摂取量が低下してしまうと、記憶力が集中力が低下したりします。ですからあばら骨が硬くなったり呼吸が浅くなることによって起こることっていうのは百害あって一理なしです。必ず改善をしておきましょう。こういった呼吸に関するお話というのはオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 概要欄の方で1週間無料体験できますから、興味がある方はそちらも覗いてみてください。ということで今日はですね、このあばら骨を柔らかくして呼吸を深め、さらにお腹周りまで引き締めていく胸式呼吸の練習法をお伝えしていきます。方法としては、足をカエル足にすることによってガニ股、骨盤底筋群と呼ばれるお腹の底蓋の筋肉だったり下腹に力を入れやすくします。そして万歳をすることによってお腹を締めたまま硬くなった胸を開く、そういった呼吸を寝転んだまま行っていくだけです。ただし現状あばら骨が硬くなった人がこれだけやってもなかなか効果が出にくいですから、ちゃんとウォーミングアップのストレッチも準備をしています。ぜひ最初から一緒に頑張ってエクササイズを行っていきましょう。それではチェックからいきましょう。分厚めのバスタオルを内ももに挟んで行っていきます。この状態、内もも下腹に力が入ります。そして肘を外回し、このまま5秒かけて息を吸います。せーの。1、2、3、4、5。はいです。今、呼吸が苦しかった方はあばら骨が硬くなっています。エクササイズをした後は息が吸いやすくなっているはずですから、しっかり覚えておいてください。まずはあばら骨ほぐしからいきます。はい、それでは鎖骨の下からグリグリグリっとほぐしていきます。この下ぐーっと縮こまっている方多いです。特にデスクワークの方はここがぎゅーっとね縮まることによって猫背や肩こり、首こりが起きている方多いですよ。しっかりほぐしていきましょう。骨と骨の隙間を広げることが大事。実はこの骨一個一個が関節です。でこれが広がることによって人は息をしてるんですが、スマホを触っている方、デスクワークや家事をしている方はずっと縮こまってますね。ここちゃんと伸ばしていきましょう。特にあばら骨の隙間、細かいね関節や筋肉たくさんあるので、なかなか普通にストレッチをしても伸びにくいですから、最初こうやってほぐしてもらうと非常に効果が出やすくなります。どうですか？上の方とか下の方、硬いとこないですか？はい、OK。ちょっとね、手疲れますけど気をつけて。疲れた時は手のストレッチも入れてあげてください。はい、そして今度は反対側、鎖骨の下から、ぎゅーっと指を差し込んでちょっと痛いな、硬いなってところ、ほぐしていきます。特に左右差があれば苦手な方、硬い方をしっかりほぐしましょう。どうですか？利き手の方がね、痛い人もいれば逆の人もいます。自分の体に気づきを持ってあげてください。はい、どうですか？こうやってあばら骨の隙間一個一個ほぐれますか？あばら骨は前のこのネクタイみたいなぶっとい骨から後ろにぐるっと回っていってますからね。
輪っかのようにつながっています。痛いな硬いなってとこがあったら、そこを重点的にほぐしていきましょう。どうでしょうか。はい、特に上の5本は前に広がる動きをしますから、特に上5本はしっかりほぐしてください。現代人が硬くなるところです。はい、ではそのまま今開いたところを意識しながら肩甲骨寄せて胸を開いていきます。へそは引っ込めたまま吸いながら前へ吐いて戻す。吸う、吐く、吸う、吐く、目いっぱい呼吸をしながら、せーの、吸って吐いて、吸って吐いて、吸う時に苦しくて正解です。苦しいなっていう時は弱ってる筋肉をたくさん使ってますからね。それだけ頑張って筋肉を鍛えてるってことです。そして硬くなった関節を動かそうとしてますから、とてもいいことです。あと10秒、目いっぱい吸う、吐く、吸う、吐く。はい、いいです。それでは足を横に伸ばしましょう。はい、胸をしっかり開いたままで右手を持ち上げて横へ倒します。はい、しっかりと今度はあばら骨、下半分の5本を横に開いていきます。指先と胸を余裕があったら天井の方向。きつい時は手が頭の後ろでも構いません。肩がしんどいよって時は胸の前でも大丈夫。自分が一番伸ばしやすいとこ、そこでキープをしていきます。辛い時はね、休んでも大丈夫なんで無理はしないように。でも昨日の自分よりは1ミリずつ成長していきましょう。あと15秒、深く吸って指先遠くぐーっと引っ張る。そうです、1ミリ遠くへ自分の足先を乗り越えていくような感じ。足先見えますか？いいですよ。そう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 。よっしゃー。はい、反対。逆足を伸ばして骨盤まっすぐ、背筋を伸ばします。腰が丸くなりやすい人はお尻の下にタオルを引いても大丈夫。しっかり骨盤まっすぐ垂直です。特に普段猫背、背中を丸める癖がある人はしっかりと背筋を伸ばしましょう。それだけでも固まったあばら骨や体幹の筋肉が柔らかくなっていきます。余裕があったら天井に胸開いて、止まっててもいいし、ちょっとね動きながらほぐしてもらってもいいですからね。心地よく吸って目いっぱいはーっと吐いて繰り返しましょう。これ肩とか首がしんどい時は手を下げてもいいですからね。頭の後ろでも大丈夫。最後もう一呼吸。いい感じ。ラスト。はい、伸びました。では手から足を一直線にまっすぐ伸ばして膝でタオルを潰します。はい、潰すと内もも、下腹に力が入ります。そうするとお腹が締まるから胸を膨らまして息を吸おうとします。胸式呼吸です。するとこの固まってたあばら骨がぎゅっと広がります。胸郭が柔らかくなってきます。思いっきり吸いましょう。せーの、吸って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 吐いて6秒。吸う息よりも吐く息を気持ち長くです。深く吸う。どうですか？ここお腹締めたまま吸うとめちゃめちゃあばら苦しいですよね。ということはそんだけお腹を締めてるわけですから、お腹も呼吸のために細く締まります。いいですね。呼吸するだけで締まるお腹作っていきましょう。はい、今度は反対側です。逆側。はい、足を前に置いて軽く押す。はい、そしてこの軸足、地面側の足をぎゅーっと地面に押し付けると体重が腕の方にかかって伸びが強まりますね。いいですよ。一人ナイキのポーズ。はい、このあばら骨がしっかり広がる、伸びるのを感じて、胸の向きはちょっと変えてもいいです。右や左やいろんな方向に変えて伸びが強まるところ探してください。そして息を思いっきり吸う。これが大事。
吸って吸って吸って吸う時に窒息しそうになってもいいんです。ただね、無理しすぎないようには気をつけながら、苦しい時ほど呼吸の筋肉が鍛えられてます。横隔膜という呼吸筋がどんどん強くなって、呼吸や体幹の筋力が強化されていきますよ。はい。で、このタオルを内ももに挟んだ状態で、最後は上向きの犬のポーズ。はい、ゆっくり胸張って、このまま深呼吸です。深く吸う、目いっぱい吐く、まだまだ吸って、まだまだ深く深く吸って吸って吸って、いいですよ、限界まで吐く。今ぐらい深く長い呼吸です。苦しい時ほど胸を開く、肩の位置気持ち後ろ、胸を開いて開いて開いて、今ぐらい深く長く。今苦しい方ほど体に効いてきてます。筋肉が喜んでいます。その調子。最後最後最後、深呼吸。はい、いいです。最後は丸めたタオルを肩甲骨の間に置いて、このままカエル足で万歳寝転んでいきましょう。で、手は伸ばしてもいいし、曲がっててもいいです。余裕があったら、ピーンと伸ばしてもらうと効果的。5回呼吸をしていきましょう。5秒かけて吸って、6秒かけて吐きます。せーの、吸って、2、3、4、5、吐いて、2、3、4、5、6、吸って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 、はい、吐いて、1、2、3、4、5、いいですよ、その調子、吸って、呼吸深く深く深く、まだいける、吐いて、6秒、そう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 、いいですよ、あと2回だけ呼吸、吸って、たった5回ですけど、呼吸深めると結構きつい。そう、いい調子、いい調子。そのまま、あと吐き切って、吐き切って、吐き切って、ラスト吸って、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 吐き切って、1、2、3、4、5、6。はい、いいです。このまま起き上がっていきましょう。最初よりも呼吸が深まっているはずです。内ももにタオルを挟んだら、しっかりと胸を突き出して、深呼吸して、どうでしょうか。これでちゃんと最初よりも息が深くなっているはずです。そうすれば呼吸をするだけでお腹が締まったり、美しい背中のラインを作ることができます。このように体の仕組み、解剖学を学べば確実に今よりも美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験してみてください。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。